余計なことを言わずに直接干物を出す。これは現同隠れ任務時旅人シリーズです。すべてのノートの場所、順番にタスクを取り出す必要があります。前回は 1.1 から 1.3 まで解読されました。本期は次の部分を続けます。201避難所に来て 1.4 のタスクを取り出することができる。ここのメモ内容が記載されているのは、我々の任務で現れたテローは何年も前の女の子です。ノートはタスクの始まりに過ぎません。しかし物語は今起こっています。これは重要なことです。任務が始まる。ダイアナを見つけましょう。彼女の子供ペロが病気だと知った。高熱が下がらない。彼女がフィン先生を探すのを手伝った。医者を見つけたら薬を取るように言われました。箱の中に物が多い。まず手紙の紙です。この手紙はもう古くて黄色くなった。でもよく保存されています。ここは小さな伏線です。次は医学書に挟まれた被験者の観察報告です。まだ黄色くなっている。年が長いことを説明しています。甲斐義徳の印鑑が押されています。ここからもフィンは普通の人ではないことがわかります。薬を取り終わったら医者と一緒にダイアナを見つけた。フィンとの会話で分かったのは、テローがかかっているのは慢性遺伝病です。幸いなことに今では治療法があります。しかしリスクは大きいです。フィンが同じ病気を治療した女の子は、メモに記載されている女の子のことです。しかし当時ハラドの研究は非常に秘密でした。女の子は実験体として治療に参加するしかない。結局手術に失敗して亡くなった。これもフィンの心の闇になった。主役に励まされて、彼はやはりやってみると決めた。今はもっと技術が成熟していますから。ここから甲斐義徳は言能を非常に高く評価していることがわかる。彼らは病気を治療しようとしています。医療に使えるようになった以上、他の面では応用が広いに違いない。ハイカンドに戻ります。オダッチに話した。彼が快く承諾したとは思わなかった。それから彼はフィンもハイガルドの研究員だったと言いました。一生元の医療に集中しています。フィン博士は私たちを維持しているようですね。この前の彼の言い分は知り合いの研究員ですよ。友人関係を頼む。前にハガドの生成について話したことを覚えていますか？元能支持派と反対元能派に分かれる。でもこの2派以外にも派閥があるはずです。中立派です。どんな議論でも中立を保っている人がいます。フィンは明らかにこの派に属している。彼はかつて脳の擁護者だったのかもしれない。しかし女の子の治療に失敗した後、彼も迷ったんですよね。だからハガドを離れた。避難所に定住した。テロの病状でなければ、この博士もハイガルドの学水には二度と来ないかもしれない。能力のある人がどれだけいるかまだわからない。ハガドとは理念が合わないからです。間のこの陣営を離れるか投入するかを選んだ。避難所に戻ったら、フィンはまた過去を話した。女の子が感謝の手紙を書いたって。この手紙は私たちが箱の中でひっくり返したものです。黄ばんだ手紙を完全に保存する。アナツの文案は論理的に厳格である。多くのところが前後呼応しています。テローを治療に送った後、これで 1.4 タスク終了。ノートに記載されている結末は女の子が良くなっていないことだ。まだ活かしている。そして甲斐義徳は自己破壊プログラムを開始しました。ここはフィンの部屋の被験者の観察報告に対応しています。女の子の末路を知って甲斐義徳を出ることにしたんですよね。本来の治療を利用していたが生かした。ハイガルドはこの時点で元能が以下できることを知っていた。しかし彼らは本来の利益だけを享受したいと思っています。その弊害を剥離します。元能の以下は最初に円房号に遡る。以下の可能性があると知って電エネルギーを起用することを選びました。ハガドの心は推測しにくいですね。ボラン雪原に来ました。1.5 のストーリーを受けることができます。少年が兄の研究の抑制器を手に入れたことを記録しています。ここの時間に注意してください。大災害から4年。西暦2668年です。ちょうど抑制器が登場した時間です。設定が合うと気持ちがいい。隣の箱の中で甲斐義徳従業員証を見つけました。男の子のアニマンソンの。そしてハイガルドに来てオダッチを見つけました。この時の会話に気をつけて。枝の子の拠点で拾ったんです。マンソンが枝の子に加わったということですか？オダッチも10数年前にハイガルドを離れたと言っています。敵に投撃する可能性が高いようだ。オダッチから調査を依頼されました。気をつけて。依頼だよ。主役とハガドの間にはずっと平等な関係だった。金で仕事をするのはこんなに簡単だ。バンギスに来てここが変わったことに気づきました。店は改築されました。以前の住所は自然に存在しなくなった。でも宅配便のお兄さんに会いました。意外にもマンソンから弟への手紙をもらいました。こう言いここで部屋が10数年前に弟に売られたことを知った。実はこの時間は敏感です。マンソンは10数年前にハガドを離れた。弟は10数年前に家を売った。鉱山に引っ越した。一体何が起こっているのでしょう。続きからも弟が甲斐義徳に憧れていたことがわかります。しかし今は鉱山に隠れてぼんやりと暮らしています。名前を隠すこともあります。鉱山の生息環境は決して良くない。家を売っても弟が少し蓄えていることがわかる。なぜ鉱山に移住することを選んだのか。鉱山は鉱夫を除いて奴隷である。姿勢が険しくて生活の質も良くない。こんなところを選んだのは何を避けるためですか？では弟は一体誰を避けているのでしょうか。鉱山に来て弟が姓を変えたことを知った。今はロジャーと呼ばれています。彼の住んでいる家を見つける。この時の会話に気をつけて。ロジャーと申します。彼は承服した。でもセムールは？彼は答えをためらった。マンソンの証明書と手紙を持ってきたと知って、彼はまだ黙っている。最後にマンソンは何も知らないということです。ロジャーはマンソンとは関わりたくない。でも意図的に言われたんです。私たちにはわかりません。彼が信じなくなった以上、主役も開けてみました。手紙には元能の恐ろしさが記されている。ハイガルド研究の元能の計画を非難しました。ハガドの内部には、表面のように穏やかでもありません。元能の研究はより多くの科学者を恐れさせた。
ここは遺跡について話してください。遺跡にも記録があります。研究者がハイガルドの実験を知った後、彼らは狂っていると思っています。ハイカンドに戻ります。オダッチはまたいくつかの手がかりを提供しました。弟は30年前に甲斐義徳への加入を申請したことがある。でも年齢が足りなくて断られました。でも今は年齢は十分だと思います。なぜ甲斐義徳に加入しなかったのでしょうか。ストーリーを整理しましょう。私たちはゴラン枝のこの拠点で発見された仕事章です。そして弟がバンギスに住んでいることを知りました。バンギスに着いたら弟が鉱山に引っ越したことに気づきました。弟を見つけて名前を隠すだけでなく、まだ自分の兄を認めたくない。以上の情報を総合する。兄は最後に甲斐家督を離れてアダルトの子に加わったと推測されます。だからゴランで仕事の証明書を見つけた。弟の移転も兄の影響を受けた。この手紙は届いていない。弟は引っ越しの決定をしました。これは弟が他のルートで情報を得たに違いない。わかった。兄が枝の子に入った。だからその後彼は甲斐義徳に参加しなかった。でも間の子も選ばなかった。鉱山に引っ越してダラダラと暮らすことを選んだのです。なぜ兄が変わったのか一生理解していないのかもしれない。この手紙はこの全てを説明することができた。しかし悲劇に違いない。バンジスの郊外で 1.6 の任務を受けた。ハイエナのお嬢様。メモに記録されているのは男が救われたからです。犬の仲間に入りました。この人は後で会ったプリンスです。任務を受けてから隠れているデアを見つけた。彼女は犬に追われていると言った。実際に家出したんです。次は彼女とバンジスに行く依頼を受けた。面白いことに彼女は犬の手伝いが鉄の川に待ち伏せしていると言った。過去に発見されれば中には本当に待ち伏せしている犬たちがいます。これで秘密を漏らすのは本当にいいですか。バンジスに着いたばかりです。プリングスが追ってきた。会話で分かった。デアは組長の娘です。またデアを見つけて。彼女は私たちに本当のことを打ち明けた。生まれた時から犬の仲間だったけど、でも彼女は犬の手伝いが嫌いだった。彼女は犬が生きるためにデタラメをするという理念に同意しない。社会に教育されることが少ないとしか言えません。週末の環境下で手段を選ばないこともある。生きていけるんです。戻ってプリンスを見つけて。お嬢様が枝の子に会うのが心配だと言ってました。ここからわかるように、アイダの子と犬の仲間の間は同盟国ではない。鉱山ではハイエナはまだ特効薬を奪っている。双方の関係はそれほど良いものではない。ここの任務は結局うやむやになった。任務の終わりはデアが生まれた時だった。記載されている男はプリンスです。彼は犬に助けられたので息子を連れてハイエナの仲間に入る。犬はゲームの中でずっと私たちにいじめられている存在です。もちろん彼らもいい人ではありません。この話はさらにふくよかになった犬たちの設定。彼らもかわいそうな人です。家族と家族がいる。選択の仕方が違うだけです。終末の下で彼らは段を抱いて段を取ることを選んだ。手段を選ばなくても生きていく。彼らは間違っていますか。きっと間違っている。彼らは人を傷つけたから。しかし彼らは生きるために間違っていません。本当に間違っているのはハガドです。大災害でなければ言能ではない。この世界はそうすべきではなかったかもしれない。枝の子に加わることを選んだ人が多いのも無理はない。ハイガルドを覆そうとする。言能のない時代に戻る。タスク 1.7 は博覧会を記録しています。最初の駅はジャンプドア技術です。オリアクモンは知らないことはありません。星島からサリーと一緒に躍進門を修復した後、私たちはずっとジャンプドアの便利さを享受しています。人体をバラバラにして再結合する。各地のオリアクモンは元々の輸送網で繋がっている。これは面白いですね。オリアクモンは本来の脳と関係がある以上、アナツは本来使えるものがあります。ではウィラーはどんなエネルギーでジャンプドアを維持しているのでしょうか。ウィラのオリアクモンの紹介では、第7地区が構造的に改造されているのが見えます。今のジャンプドアはどんなエネルギーで維持されているのでしょうか。首都高を使うことができますか。2番目の駅はバンギスのキャリアです。バンギス重工はコレットが持ってきた道具資料に頼っている。少しずつ発展してきた。これらの用具は全て大災害前のものだ。しかし今では研究が制限されています。誰に制限されていますか。クラリエルは時空を遡っています。しかし秘密の研究室でなければなりません。外部に漏らしてはいけない。甲斐義徳は本来の能力の使用管理に厳しいことがわかる。彼らは他の組織が本来の時空特性を研究することを恐れています。彼らの前を歩いて。でも枝の子は甲斐義徳が何を考えているか気にしない。だからハガド以外にもアイダの子が時空技術を身につけている理由だけでしょう。でも制限があればコレットを止められると思っているのか。バンギス重工は研究できない。では人工島はどうですか。 1.0 のシナリオでは最も過小評価されているのはコレットという人です。金も技術も頭もある。白は彼に対する評価も高い。終わりのマースクと呼ばれても過言ではない。バンギスには貸付機関がある。王さんはよく知っています。コレットはバンギスでも神のような存在だ。ハガドには何も考えていないと言った。それは不可能だ。自分の妻は遺伝病で死んだ。息子も病気になった。彼はハガドに連絡しなかっただけでなく、むしろ自分の秘密の研究を選んで、彼はハガドを信用していない。人工島の配置はアナツストーリーの残念さだ。同への手伝い、略奪者は皆島に登った。アイダの子がどのような姿で人工島に入るのか楽しみにしていました。多くの人が忘れているかもしれません。人工島を宣伝した時、謎の訪問者がいたことがあるでしょう。残念ながらアナツはリズムに飛ばされて、プレイヤーも借金を買わない。だから最後に廃案になった。略奪者の本部のようだ。人工島の秘密研究。枝の子が言った4人目の顔。文案の中にしか存在しない。伝統は現在まで発展してきた。ストーリーの分断感は皆さんの感触もますます深くなってきたと信じています。リラは設定も陣営展開もアナツと同じ独立しています。これが制作チームがやらなければならないことかもしれませんね。アナツの品質は決して悪くない。しかし今日に至るまでアナツといえば正義を切る人もいます。新人にアナツストーリーをしないことをお勧めします。理知的に見える。実はもうリズムに引っ張られてどこに曲がっているのかわかりません。どんなゲームでも
初期には一戦も神を封じることはできなかった。前期の蓄積があった。後期の驚きの爆発がありました。正義の切断は実際には否定しています。制作班の過去の努力。だからこそ、私はずっとアナツを掘り起こしてきた。彼らの努力が無駄になることを望まない。彼らは終わりの話をしたいと思っています。しかし制作経験が足りません。文案はよく欠けていますが、ストーリー表現は変わっていません。伝えたいことがたくさんある。プレイヤーがゲットできない。最後にオンラインを催促されたから、後期に入った。後ろの視線はまだ間に合いませんでした。遺跡の手がかりはさらに解読されました。しかしそれは数期にもかかわらず、ゲームは最後に生きた。未来のいつかを期待するしかない。生産能力が豊かになったら、アナツのストーリーを保管してもいいでしょう。少し話が遠くなった。バンギスに戻って重工。V 博士を見つけた。V 博士がコバルトブルーだと疑っています。この部屋は何度も来たことがありますから、部品を集めてあげたら、彼女が浮遊キャリアを研究していることを知りました。実はこの運搬具はもう一台持っています。人工島で両替した道具を覚えていますか？重工トークンを使っています。現当の多くのものの名前は勝手につけたものではありません。中に設定されているのです。このようにトークンを荷物に両替するのは理にかなっています。しかしこのメモと記録は一体何なのでしょうか？情報だけではありません。プレイヤーの行動にも従います。新しい内容が浮かぶ。日記の終わりは西暦2663年の博覧会です。大災害前は本来の発展の最盛期であったことがわかる。旧連邦の技術は私たちが思っていたよりずっとすごいかもしれません。隠れた任務は3期に分けて話しなければならないようだ。次回は時空旅人のメモを分析してみます。どういう由来なんですか？このシリーズも完結させてください。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。